整形外科医が語る本音シリーズ、今回は小児の患者様というお話をしたいと思います。小児って聞くと皆様やっぱり小児科っていう言葉を思い出すと思うんですけれども、小児というのは、厳密な定義は実はないんですが、日本小児科学会では、中学3年生15歳ぐらいまでを大まかに、小児と呼んでいます。この小児の患者様が整形外科にもいらっしゃるわけですけれども、大抵の整形外科では、スポーツで怪我したとか、学校の体育で怪我したとか、いろんなこういう怪我外傷っていうのが圧倒的に多いと思うんですね。でも当院は、私が枕外来をやっていることもあって、首が痛い、肩こり、頭痛、眠れない、そんな悩みの小児の患者様がいらっしゃることがとても多いんです。それも決して軽くはない、かなり点々といろいろな医療機関を回ってこられたり、とっても辛い思いをしていらっしゃるというケースが大半です。まずその小児の患者様が外来のドアを開けて入ってこられた時に、私はこの子は本当に長い間すごく辛い思いをずっとしてきたんだなっていうことが、なんとなくその瞬間に会った瞬間にその雰囲気から感じることがあるんです。少し背中を丸めていたり、体が横に少し曲がっていたり、姿勢が悪かったり、目線が落ちてなんとなく暗い雰囲気だったり、決して元気に入ってくるお子さんはいらっしゃらないわけです。そのなんとも辛い憂鬱なそんな雰囲気で、かつ、姿勢が悪い、医学的な側腕症とかいうことではなくて、すでにその方の意識としていい正しい姿勢をとることはできず、辛い姿勢、丸い姿勢になっていることが多いんですね。この子は一体学校でどんな生活をしているんだろう。お母様に聞いてみると、お父様に、少しお話を伺ってみると、学校に行く途中で頭が痛くて頭痛がして、結局学校に登校できず途中で帰ってきてしまう、お家に戻ってきてしまう。何度も行こうとするんだけど、やっぱり途中で戻ってしまう。またなんとか学校に登校できたんだけど、保健室で休むことが多い、保健の先生にお世話になることが多い、テストの時はなおさらのことでうつむいて勉強していると、より頭が痛かったり、バリバリに肩が凝ってしまったり、まるで50代60代の、首の中に変形が起こってきた患者様と同じような症状を訴えるわけです。時には70、80歳の年齢の高齢者の方の姿を彷彿させるような見た感じのお子様もいらっしゃいます。このような辛い症状を長年抱えてきた患者様、小児の患者様に対して私たちがやることというのはただ一つ、睡眠の姿勢を整えることです。もちろん日中の体操も大事なんですけれども、まずは寝てる時の寝相を聞いてみると、多くの方が寝てても顔をしかめて苦しそうに寝てるとか、頭が枕から落っこってたり、とにかくうちの子はあっち行ったりこっち行ったり、もうベッドから落ちてたり、布団の端っこの部屋の端っこまで体が移動してたり、頭足が逆になってたり、寝相が悪いんですっていうんですね。でもこれは元気で子どもさんが寝相が悪いのではなくて、おそらく私は何か苦しいから動いてるんだろうと思うわけです。そして手作りで枕を教えてあげます。
お家にある素材でいいんです。それで枕を整えていくと、なんと親御さんがまず驚くのは、最近うちの子枕にちゃんと頭乗っかって寝てるんですっていうふうにおっしゃるんですね。それでいいんですよ。そうなったら大丈夫です。そうなれば休んでいる寝てる間にしっかり首の安静が取れて、翌日までには、首が楽になります。首が楽になれば肩こりが楽になるし、肩こりから来る頭痛であれば良くなるはずです。実際に1ヶ月2ヶ月経って再度外来に来た際には、全くドアを入ってくる表情が変わっていることたくさんあります。よかった。肩こり、頭痛、体のだるさ、疲労感、学校に行きたくない、すべて体の症状から来ているとすれば、決してメンタルだけではない、体の症状を取ってあげることこそが元気になる、心身ともに元気になる秘訣だと考えています。一人でも多くの小児の患者様が当院に来て手作りの枕を教わって元気になっていく、一人もそういうお子さんがいなくなることを心から祈っています。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。